女ってやつは簡単だが面倒だ。師匠と暮らすようになって1年目に俺はそれを学んだ。師匠が言うには、ガキのうちは足が速いだけでモテる。厨房じゃ喧嘩が強いやつがモテ、そっから先は頭がいいやつがモテる。つまり、走って殴って本を読めってこった。どうだ？短くてわかりやすいだろ？ということらしい。言っていることがめちゃくちゃでシンプルなのはいつものことだ。そう高をくくってふーんと聞き流していた俺だったのだが、俺の師匠は言葉だけの女じゃない。実際毎朝走らされ、毎日のように本で殴られた。そのおかげかどうか知らないが、俺は未だに毎朝16キロ走り、暇があれば本を読む癖がついている。時に厳しく、時に甘く、擦り切れるような緊張感を放ち、脳みそが耳から溶け出すんじゃねえかってぐらい柔らかい。それが俺の師匠だが、図体がでかい割に細かいことにうるさい女だった。それ以来俺はどうにもでかい女というものに対して苦手意識がある。別に嫌いってわけじゃないんだが、でかい女を見ると無意識に警戒していることも確かだ。なんで急にそんなことを思ったのかといえば、なんだ。この学園にもでかい女がいることを今朝になってふと思い出したからだ。痛い！そんなに強くしたらダメなの！こーら逃げるな！じっとしてなさいよもう！つか、ラメって言うな！学生寮というからには当然学生が暮らしているのが当たり前だし、そこには俺が知らないルールがあるのだろう。ましてや俺は山梨の田舎から出てきたばかりのおのぼりさんなのだから、その土地に根付いた風習やしきたりには造形が浅い。一見していじめにも見える行為にも何らかの別の意味があっても知る由はないのだ。何の遊びでどんなルールだそれは。きょとんとした顔で俺を見返すその顔に俺は見覚えがあった。昨日この学園に来た時に俺がセミ姉妹と勝手に名付けたでかい女と小さい女のコンビだ。誰に見える？質問に質問を返すのはバカの証拠だって誰かが言ってたよね。そうか。なら俺はバカなんだろう。10年来の友のようにバカくんと呼んでくれ、セミ姉妹。セミ姉妹？昨日校門のところでセミを振り回して絶叫しているところを見かけた。変なとこ見られたな。あれは忘れて。忘れる努力はしてみよねえ、もしかして今日転入してくる学生って君？う。ああ、風見裕二だ。よろしく。そう言って俺はすっと右手を差し出してみるが、目の前のでかい女はそれを握り返してくる様子はない。じっと俺の顔を見たまま呼吸すら忘れているように固まったままだ。どうした？そうか、握手か。ごめん。凍りついていた表情をふっと崩すと、でかい女は俺の手を取り、軽く握り返してくる。思ったよりでかくない手だが、冷たい手だ。風見裕二？裕二くんか。なるほどね。私は周防あまね。はじめまして、裕二くん。ほら、マキナ。あんたも自己紹介は？別に噛みつきゃしないわよ。名前は？マキナ。イリス・マキナ。イリス・マキナ。イリスはギリシャ語で、マキナはラテン語か。
直訳すれば機械仕掛けの虹の女神ということになるが、どこの国の出身だ？耳で聞くと確かにそう聞こえるかもしれないけど、漢字で書くと入り江の入りに巣鴨の巣、種まきのまきに菜っぱの菜でイリスマキナ。日本人だよ。さっき英語喋ってなかったか？ああ、この子言語やがちょっとね。それに親の都合で6歳まで海外を飛び回ってたから。なるほど。まあよろしく。マキナは差し出された俺の手をじっと無言で見つめたまま身を隠すようにしてアマネの背中にしがみついた。どうした？ああ、ごめん。この子人見知りが激しいっていうか、男の子に慣れてないのよ。病院生活が長かったってのもあって、同世代の男の子が珍しいっていうか、どう接すればいいのかわからないみたいなのよね。俺はマキナに向けて差し出していた手を引っ込める。なら無理に接触するのは避けた方が良さそうだな。いいのよ。そうやって甘やかすといつまで経ってもこのままなんだから。ほらマキナ、握手は？じゃないわよ。ちゃんと挨拶できない子はおやつあげないわよ。この時代におやつあげないわよという脅し文句はどうなのだろうとは思うものの、言われたマキナは下唇をキュッと噛みしめたような表情で俺に向かって右手を伸ばす。俺はその小さな手を軽く握り返すと、師匠に習った不自然じゃない作り笑顔を作ってみせた。風見裕二だ、よろしく。イリス・マキナです。よろしく。小さくも何ともしたったらずな声。体も小さければ手も小さいが、子供みたいに熱い手だ。ねえ、怖くないでしょ？挨拶だけじゃなくて他に何かお話ししたいことは？好きな動物は何ですか？犬だな。しかし、なぜ動物？へえ、答えてから質問するのね。答えに迷って答えないは俺の勝負に合わない。重要な決断を迫られた時は特にそうだ。何もしないで終わるぐらいなら間違っていたとしても行動を起こした方がマシだ。おお、かっこいい。バカにしているのか？まさか。ならなぜ笑う？なんでだろうね。質問に質問を返すやつはバカだそうだぞ。あらそう。じゃあきっと私はバカなのね。これからは10年来の友達のようにバカねと呼んでちょうだい。わかったよ、バカね。今はまだ笑ってるけど、次呼んだら怒るよ。面倒な女だ。あれ、もう行っちゃうの？初日から遅刻はしたくないからな。授業が始まるまでまだ1時間はあるわよ。待つのは慣れている。そこらを見物でもしながら適当に時間を潰すさ。それが悪いとは言わないけど、変わってるね。よく言われる。じゃあ、後で教室で会おう。あ、ユージくん、ちょっと待って。なんだ？私からも一つ質問していいかな？答えられる範囲であれば。そのごめん、やっぱいいや。言いたいことがあるならはっきりと言った方がいい。遠慮はいらない。また後で聞くわ。もう少し考えをまとめてから。そうか。でかい女の考えていることはよくわからない。師匠に言わせればきっと分かろうとしない奴には一生わからない
とでも言われることだろうが、俺に言わせれば、分かったところで何の得がある、と言ったところだ。さて、天音にはああ言ったものの、特に見物するほど珍しいものもない。始業まで優に1時間。明らかに起きる時間が早すぎたが、まあ遅刻するよりはいいだろう。教室で待つとするか。教室までの廊下を歩きながら、そう独りごちたとき。なんだ？昨日学園長から聞いていた教室の方に向かうと、何か叫び声のようなものが聞こえてきた。いや、これは叫び声ではないな。一体なんだ？急を要するような事態ではなさそうだが、朝の教室と不釣り合いすぎる状況にはさすがに気になる部分もある。ひとまず近寄ってみることにした。廊下の窓から中を覗き込むと、女が一人黒板の方に向かって声を張り上げていた。制服を着ているところからすると、幸や天音たちと同じここの学生であるらしい。俺の気配に気づく素振りもなく、相変わらず声を張り上げている。ウォーミングアップ終わり。じゃあ次。スーッと息を大きく吸った後、せーの。あえいうえおあお、あえいうえおあお、あえいうえおあお。一気呵成に国営放送のアナウンス教本でおなじみのワードを懸命に言い放った。よーし、一息で言えた。いいぞ、私。いや、私、私の言うことが聞けないっていうの？なんか違うな。こんなんじゃ全然ダメだ。コホン。私の言うことが聞けないっていうの？今のは良かったと思う。じゃあ次。あんたのためにやってるんじゃないんだからね。延々と手元のメモを見ながら、どこかぎこちなく強気な言葉を発している。何をやっているのかは直接本人に聞いた方が良さそうだ。放送部か？俺の問いにというよりは登場に驚いたのか、女は飛び上がるようにして3メートルほど後ずさった。机と椅子が派手な音を出す。いや、発声練習だけでそう決めるのは早計か。演劇部ということも考えられるな。何かセリフのようなものも言っていた。誰ですか？じゃなくて、誰なの？もう一度問い直そうかと思ったとき、女の方から先に質問があった。俺か？俺は風見雄二。ここに今日から転校してくることになった。転校生？この学校に？ああ。うなずきながら数歩前に歩いて女の前に立つ。それでさっきの質問だが、何かの演技の練習でもしていたのか？邪魔したのなら悪いことをしたが。演技なんかしてない。すよっす。だから何の遠慮もしなくていいの。いや、遠慮しなさい。どうしたらいいんだ、俺は。いいからそこに座りなさいよ。よくわからないが、反抗したり質問したりするとうるさそうなので合わせることにした。慌てない。転校生なんだから、ファーストコンタクトがとても大事よ。
頑張りなさい、みちる。俺が適当な席に座ると、女はまた俺に聞こえる程度の小声でつぶやきながら、やがて妙に明瞭な声で、私は松島みちる。よろしくね。そう自己紹介をした。そうか、イニシャルは MM だな。そうよ。だからって、ド M ってわけじゃないんだからね。誰もそんなことは聞いていないんだが。あ、ごめんなさい。じゃない。そう聞きそうに見えたのよ。自分が M であることをそんなに主張したいのか？したくないわよ。なんでそうなるの？えらく賑やかな女だ。女は構わず言葉を続ける。そう。私はこのクラスで委員長的なことをしているわ。だから何か困ったことがあったら、私に相談してもいいのよ。敵ってなんだ？それは委員長は他にいるからよ。その辺融通は聞かせなさいよ。そうだな、理解した。妙に物分かりがいいわね。まあいいわ。それと、女は急に声を小さくすると、前もって聞いておくけど、あなたは冗談が通じる方？あまり好きな方ではないな。聞いておいてよかった。一度咳払いをわざとらしくすると、じゃああなたは私のことを特別に名前で呼んでいいことにするわ。本当なら様付けで呼ばなきゃいけないんだけど、許してあげる。やっぱなんかまずいこと言っちゃったかな。テンプレではこれでいいはずなんだけど、やっぱり様付けとか言わない方が良かったのかも。もうその辺の今のもう一回やりみちるって呼べばいいんだな。そうよ。それでいいの？それで。一人でブンブンと大きくうなずきながら何かに納得しているようだ。そしてケースから出したタブレットを一つバリバリと噛んだ。何を食ってる？あげないわよ。いらん。中身を聞いているだけだ。ただのラムネ菓子よ。それがどうかしたの？そうか。これ見よがしに俺の前で食うから何か聞いてほしいのかと思っただけだ。うるさいわね。あんたに見せるためにやったんじゃないわよ。なんか今のうまくいった？多分今のそうよね。結構良かったよね。案外私素質あるのかも。今の言い回しに妙なデジャブがある。あれは何だったか？電車の中吊りに載っていた広告だったか？あまり普段乗らないから逆に興味を引いて見ていたんだが。そうだ。女性誌の見出しでこうすれば男を落とせるとか、そういうくだらない記事だった。意図的に最初は冷たくあしらい、後で優しくするギャップを利用した。何いきなり考え込んでるのよ。でこういう時はなんだっけ、私の美しさにぼーっとなっちゃう気持ちもってそれってなんか違うキャラよね。そうじゃなくてツンデレってやつか、お前。違うわよ。いや違う、そうなんだけどって嘘、いきなり言っちゃうわけそれ。みちるは左手で手を覆い隠しながらのけぞるようにして後ずさった。反応がややこしいがどうやら図星だったらしい。なるほど、それで理解した。お前は男の気を引きたいからそうやってツンデレをしているということなんだな。しかし消せないところがある。まずはその髪だ。なぜ脱色をする？これは次元
嘘をつけ。本物のブロンドはもっとナチュラルだし、そんな不自然な金色にはならん。現に俺の知り合いの。うるさいわね。ヘアマニキュアでいい色合いのがなかったのよ。なるほどな。今度アメリカへ行くことがあったら、いいヘアカラーを取り寄せてやる。で、さっきの質問だが、なぜ脱色をする？しかもその髪型、普段はあまり見慣れないもののようだが。そう決まってるんだから仕方ないでしょ。決まっている？何が？ツンデレには呪いがあるのよ。ミチルは呪詛のようにブツブツと何かをつぶやき続けている。私は地の髪の色が濃いからブリーチかけても1日放っておかないとダメだし、市販のだと皮膚が荒れちゃうから豊橋のメーカーが作ってるのをわざわざネットで取り寄せてるし、正直めんどくさいわよ。つぶやくうちに一人称も変わっていたが、指摘するとまた長くなりそうなので、そこは放置した。でも金髪でツインテールで、そうじゃないと本当のツンデレとは認めてもらえない。だけど私を出すにはこれしかないの。だからそれは否定しちゃいけないのよ。ミチルは俺の方に人差し指を向けると、ツンデレは金髪ツインテールなの。わかった？いや、わかれ！盛大に息を切らせながら、やっとミチルの独演会が終わった。無言の教室にミチルの荒い呼吸だけが響いている。きっかり30秒が経った後。なんで無言なのよ。ツンデレというのは大変なんだな。理解した。規制をそがれたのか、意図しない返答だったのか、ミチルは不調な工作機械が立てるような音を口から発して俺を睨んでいる。ともあれ、今日からよろしくな、ミチル。よろしくないわよ。あんた一人でよろしくすればいいじゃない。ああ、言われずとも俺は一人でやっていくつもりだ。そこはセオリー通りにちゃんと戸惑ってよ、バカ。ツンデレというのは大変なんだな。もういい、帰れ。ミチルはその辺にある紙くずやら油性ペンを俺の方にぶん投げながら、ついに退散要求をし始めた。泣いているのか？悪いことをした。泣いてない、バカ！謝罪したつもりがかえって怒りを増幅させてしまったようだったので、今度こそ本当に教室を出ることにした。あと15分で始業だったのだが、まあいい。どっかで時間を潰すことにしよおはよう。おはようございます。始業5分前、俺が教室に入るのとほぼ同時に天音とサチが入ってきた。さっきのツンデレが俺の方を見て緊張感をあらわにしていたが、他のクラスメイトが入ってきたのを見て、おはよう、天音、サチ。例の演技の入った様子で早速2人の応対をしていた。おはようございます、みちる様。サチが挨拶を返した瞬間、ミチルがドタバタと駆け寄ってサチの前で両手を振った。どうかしたんですか？サチ、あんたそれやめてって言ったでしょ？みちる様っての。でもこれはみちる様が絶対にそう呼べって言ったから。だからあれはその冗談で、一度物理フォーマットしてもう一回入れ直せない？ね。ミチルはなぜか俺の方をチラチラ見ながら必死にサチに対して懇願している。天音は机に手をついて笑いをこらえているようだ。
そんな、絶対って言ったから、だから私。とりあえず今だけ、これ命令。はい、泣きません。みちるが言った瞬間、スイッチを押したかのように、すっと幸の涙が引いた。それを確認し、大汗をかきながら、はあ、わかったわよ。特に何も規制とかしないから月に呼べばいいじゃない。はい、みちる様。みちるがよろけながら自分の席へ戻ってきた。さながらボロ切れのようだ。大丈夫か、みちる様。殺すわよ。すまん、少し行ってみたくなった。みちるが机の上で脱力してしまった。おはよしたったらずなマキナの声が教室の後方で響く。まだ俺の存在に慣れていないのか、まっすぐに天音の方へと向かうと、後ろに隠れてチラチラこっちを見ている。おはよう。あんたの人見知りというか、男見知りは本当に筋金入りね。マキナ、大丈夫よ。ちょっとムカつくとこもあるけど、こいつはそんな危ない人間じゃなさそう。フォローしてくれるのか、みちる。別にあんたのためにしたわけじゃないわよ。決まったー。今のは綺麗に決まった。大変そうだな。でかい女はともかくとして、ここの連中はとにかくコミュニケーションに厳しい点が見受けられるようだ。素晴らしく普通の学生ばかりだな、学園長。俺の皮肉が聞こえたのか、修行のチャイムが鳴り響いて、おはよ普通の学園長が姿を現した。待てよ。確か学生の数は、修行にあたって昨日聞いていた情報との違いに気づく。みんな揃ってるわねってわけでもないか。やっぱり。教卓に立った学園長はさして見回すまでもなく異常に気づく。榊さんは今日はお休みかしら？誰か事情を知っているのかという感じで促すと、今日も重役出勤じゃないかしら。ここんとこずっとそうだし。確かに最近は夕方からしか来なくなっちゃったわね。ゆみちゃんどうしたのかな？何かあったんでしょうか。どうやら俺が疑問に思った1名の欠員についてみんな何かしら不審に思う点があるらしい。まあいいわ。風見くんの紹介もしたかったけど、そのうちに会えるでしょ。随分とおおらかだな。ちょっといろいろとあってね。じゃあ出席を取ります。開けてある窓の外から時々潮の香りが流れてくる。四方を塀と鉄柵で囲まれているせいか、ここが海の近くだとはにわかには信じがたい。爽やかで抜けるような青空とこの香りとは対照的に大きくせり出した柵のグレーが強い拒絶を示している。クラスメイトが元気よく声を張り上げる中、俺はずっと空を見つめ続けていた。学園生活か。ここが視聴覚教室です。すべての席にリスニングとヒアリングの機材が揃えられていて、語学学習にも適しています。ホームルームの後の時間を使って、サチに校内の設備を紹介してもらっていた。
本来ならば学園長の仕事のはずなのだが、どうも公務が忙しいらしく、昨日の寮と同じような状況で説明をされることとなった。以上になります。学内の設備を一通り回って幸の説明は終了した。ありがとう、参考になった。いえ、これもクラス委員の仕事ですから。そうだったな。それより風見さんはまだここに残るんですか？ああ、まだ挨拶していないクラスメイトがいるからな。あ、そうですね。俺が答えると、それまでハキハキと答えていた幸が少し口ごもった。なんだ？いえ、なんでもないです。すみません。ぺこりと頭を下げると、そのまま足早に廊下から立ち去った。死亡フラグみたいなものか。ああいう言い方をされて何でもないと思える奴はこの世にどこにもいない。いや、マキナとかいう女子ならそれも可能かもしれないが。用心しておくか、いつもより多めに。窓の外から差してくる光が真上から真横へと変わっていった。もうすぐ日が落ちる。幸と別れ、誰もいない廊下を一人で歩く。足音を立てず歩く癖がついたせいか、周囲はほぼ無音に近い。ただ、静寂の中、行く先には確かに気配が感じられた。ようやくいらっしゃったか。さっきまでは無言だった空間にほんの少しだけ感じられる反応。それを確認し、ゆっくりとドアを開ける。教室に入った瞬間、中には緊張感が漂っていた。窓際のちょうど真ん中あたりの席で椅子の鳴る音が聞こえ、同時にその主の表情がこちらに向けられた。明らかに友好的ではない空気を感じる。よう。初めての挨拶にしてはあまり丁寧ではないが、害意のないことをアピールする意味でもフランクな言葉を発しながら近づく。榊由美子か？相手の表情は変わらないままだ。椅子に座り微動だにしないままで俺の方をじっと見つめている。俺は風見雄二、今日からここで世話になることになった。席の前まで来た。だからあんたともクラスメイトってことになる。由美子の前の席、その椅子を引いて腰掛ける。今の時点で両者の距離は約1メートル。なおも息すらしないぐらいの緊張感のまま俺を見つめている女。見つめているというよりかは睨んでいるといった方がはるかに表現としては正しい。朝挨拶できなかったからな。夕方には来ていると聞いて。構わず話しかけるが、反応は相変わらずなしのままだ。牧田と同じく男に対しての拒絶反応があるのだろうか。それにしては俺が近づいても逃げるような反応は示してこない。椅子の座り方を変えた。横から真後ろへと座る向きを変える。そして1メートルの距離を70センチぐらいまで近づけ、本人確認だけでもさせてもらえな。おい。俺の言葉など耳に入らないとでも言うように、女は席を立つと足早に教室を出て行こうとする。さすがに返事ぐらいはしたらどうだ？俺もすぐその後を追う。教室の後ろ側の扉、女はさっと一人が抜けられる程度開けると、風が抜けるように外へ出ようとする。おい。もう一度呼びかけ、同じくその隙間から出ようとした。
瞬間、女は勢いよく扉を閉めた。明らかに俺が来ていたのを知りながらの行為、明らかに俺が来ていたのを知りながら行為に出たようだった。女の意外そうな顔。目論見では俺が手でも挟むか、もしくは眼前で扉を閉められて規制をそがれるとでも思ったのだろうか。しかし現実は閉じようとした扉を俺の左手がしっかりと押さえ、意図したものとは違う結果がその場に示されていた。手を骨折したらどうなるか、そういう想像力は働かないのか？明らかに危害を加えようとしたにもかかわらず、強い拒絶の姿勢。なぜこいつはこれほどまでに初対面の俺を拒もうとするのだろうか。何をしようと言うんじゃない。挨拶を。閉まりかけていた扉を開き、一歩足を踏み出した。女の顔は変わらずそこにあった。さすがの挨拶だ。女の振りかざした手を到達までおよそ5センチのところで止める。いい止め方ではないが、闇雲な反抗心を奪うためには分かりやすいアクションが必要だった。何かしてくるだろうとは思っていたが、平手打ちできたか。握った手首をそのままに、女の顔を真正面から見据える。女の方はびくとも動かずに、目を見開いて俺の方を見る。というわけでもう一度質問だ。夕方の強いオレンジ色が教室の中を照らしている。あんたが榊由美子か？まだ敵意の残る顔のまま女の口がゆっくりと開かれる。どこか諦めたような、でもまだ一切の関係を拒む雰囲気で。そうだけど。そうか、よろしく。夕日が雲に隠れ、光が陰り、教室に影を作った。由美子の口から漏れる呼吸音と壁の向こうからわずかに聞こえる波の音。俺の普通の学園生活はこうして幕を開けたのだった。はい。ということで、オープニングいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、なんかやっぱあるじゃんね、風見雄二自身にも、各女の子自身にも、いろいろ、思うところ、詰まるところがいっぱいありまして、それがね、本編では明らかになっていく感じでございます。はい。じゃあ次は、このサプライズパーティーっていうのを、やりたいと思いますんで、また次回、よろしくお願いします。以上。